ターエフェクツの案件の単価感って大体30万前後ぐらいの案件が多いんですよ。単価高い方は150万ぐらいの案件。なんでアフターエフェクツを一番の理由は楽しかったからですね。じゃあ独学で勉強されたんですはい。か？どういう人が向いてると思いますか？一人の時間が結構多いんじゃないかなと思うんで、でも僕に強い人。そうですね、それも大きいですね。だから仕事するのって先に絶対先行投資が必要なんで、まず先行投資があって、しかも技術より先に仕事取っちゃって、はい、技術は最後についてくるみたいな、確かに結構順番が確かにイメージと逆かもしれない。確かにそうですね、うん、はい、それは言えてると思います。こんにちは、ダイアリー11のちーです。今回は番外編です。私と同じく動画関連のお仕事をされているノマドワーカーのカモさんがセブシティからはるばる出曲げてに来てくださいました。そこで今回はカモさんに動画制作のフリーランスになるまでの流れや必要なこと、海外ノマドワーカーのライフスタイルなどを質問してみました。ものすごく参考になるお話がたくさん聞けたので、動画編集や映像制作、フリーランス、海外ノマドワークなどに興味がある方はぜひご覧になってください。それではスタート。簡単に自己紹介をお願いします。今映像制作の仕事をなりわいとしてでフリーランスとして活動をしてます。映像制作の内容は企業のですね、広告を作ることが多いです。でアフターエフェクツという Adobe のソフトを使ってアニメーション、いわゆるモーショングラフィックスと言われるものを作ってます。講師業もしてまして、そのアフターエフェクツというソフトの使い方ですねを教えてます。ノマドワーカーというライフスタイルを選ばれた理由っていうところは何だったんですか？単純に憧れがあって、海外に興味があって、その海外とか、国内もそうですけど、好きな場所で好きなように働きたいっていうそういう思いがあって、それがノマドワーカーっていう働きなんだっていうことを知って目指したいなと思ったのがきっかけです。ノマドワーカーになられる前は会社員だったんですか？そうですね、会社員で営業してます。業界は商社で工場の中に何かその製品を作るための設備、なんかそういう機械を売ってました。動画制作とは全く関係ない業界で働かれてるんですか？そうです、はい。商社の営業とかでも結構海外に出張行ってるんですけど、海外に興味がさっき言ったやつがあったんで、そこに入って海外出張がモチベーションで、そうです、はい、そうなんです。出張で行ってもやっぱ時間拘束されてるんで、なんかこれを自分で選択して行けるようになったらもっと楽しそうだなと思って、それで目指してました。動画制作やってみようってなったのって何かきっかけはあったんですか？たまたまなんですけど、友達の結婚式があって、その時に披露宴の中で使う動画を作ってほしいっていうのがあって、それきっかけで初めちょっと触ってみたっていう。なんでまたそのお友達はカモさんに作って、もともとその営業の仕事からちょっと転職して別の仕事をしてたんです。その時に Adobe のイラストレーターとか Photoshop とか使う機会があったんですよ。でそこでアフターエフェクツも知って、ちょっとなんか遊びで触ってたんですよ。なんかそれを友達が知ってたんで、ソフトにはお仕事の関係で親和性があった、そうです。アフターエフェクツでそのムービーも作られたんですか？はい、そうですね。今思えばプレミアプロっていうもうちょっとなんか使いやすいソフトで作れた内容なんですけど、アフターエフェクツ使いたくてそれが初めての動画作品ですか？自分で作ったのは初めてですね。なんでアフターエフェクツを使いたかったんですか？一番の理由は楽しかったからです。プレミアプロよりもアフターエフェクツの方が気持ちが上がったっていう。そうですね。プレミアプロっていうのはどっちかというとその映像の素材があって、それをカットしてつなげて、その素材がありきでなんか作っていくことが多いと思うんですけど、ゼロから自分で作るっていうところにすごく魅力を感じて、素材を作る方が気持ちが上がるタイプ。そうですね。なんかエフェクトね、素材を自分で作ったりとか。独学で勉強されたんですか？そうですね、はい。8年ぐらい前、だいぶ前なんですけど、その時はあんまりYouTube でアフターエフェクツを教えてる人って少なくて、英語ではあったんですけど、その時は僕英語全然もう抵抗があって見れなかったので、なので本屋に行って本を買って、であとはウェブサイト、文章で使い方とか書いてるのがあったんで、そういうので勉強してました。
会社を辞めてからですか？それとも会社員やりながら？やりながらですね、はい、イラストレーターとフォトショップ使ってた時は会社員ではなくて、アルバイトみたいな感じですね、動画の勉強もしたいっていうのがあったので、それでそこで働いてたんで。フリーランスになるのを見越して。そうですね、もう結構振り切ってました。最初の会社を辞められた時にはもうフリーランスになろうって、辞める前からもなんか自分で仕事はしたいなってずっと思っていて、仕事辞めてアルバイトみたいな感じで時間をたくさん作ってで勉強するみたいな。どれくらいの期間されてたんですか？半年ちょっとぐらい。じゃあその後すぐフリーランスって感じですね。いや、その後一回制作会社に僕入ってて、映像制作会社ですね。アルバイトの期間中に自分で勉強して、ランサーですか、クラウドソーシング登録して、で案件も取って仕事してたんですけど、このままフリーランスとして独立するのはちょっと時間かかるかもしれないなと思って、映像制作会社でカメラの勉強したいなと思って、でそれで制作会社にちょっと入ったんですよ。アフターエフェクツの中でもそのカメラワークって言って、疑似的にその映像の中でこうカメラを動かすみたいな方法があるんですけど、実際のカメラ触れる方がやっぱよりリアルに近づけるというか、そのために制作会社に入りました。どのタイミングで独立してやっていこうってなったんですか？制作会社に2年ぐらい働いてたんですけど、辞める半年前ぐらいからもう一度クラウドソーシング使って仕事してて、3ヶ月連続で収入が15万ぐらい超えたんですよ。でその時にいけるかもみたいな、制作会社で働きながら15万なんで、制作会社にいたら働く時間増えるんで、多分30万以上いくんじゃないかなって勝手に。ある程度安定して仕事を得て収入を得られそうだなってなったタイミングでいけるってなったんですね。はい、3ヶ月でもなんなら赤字になるかもぐらいで、もうやめちゃったんで確かに意外とフリーランス界では堅実な方かもしれない確かに。アフターエフェクツのその技術を独学するにあたって難しいなとか、もうやめたいみたいになったことってないですか？難しいなとは結構ずっと思ってましたやめたいなってなかったですけど、でも単純に楽しかったのはありますね。その当時はですけど、仕事にできなくても楽しいんで、いいかなっていうのは正直あったんですよ。大事ですよね、やっぱ楽しめるかどうかって多分。そうですよね。なんかその僕の場合は映像制作以外に、例えばプログラミングとかセドリとか、あとブログもそうですし、あと映像の素材販売とか、なんかいろんなことをやって、この中で映像制作が唯一なんかこう苦なく続けられたというか。なんかいろいろやってみた上でってことですね。好きなことを見つけるの僕はすごい難しくて、でもなんか好きじゃないことを削っていくことが簡単やったんで、で残ったやつがたまたまそれみたいな感じです。ランサーズとかでアフターエフェクツでお仕事を獲得される上で競合って少ないですか？最近はアフターエフェクツは増えてますね。そうなんですね。例えば僕ランサーズ最初してた時、アフターエフェクツ使うような案件って多くても10、15ぐらい、今は多い時30、40とかいくんで、やっぱ数は増えてると思います。ただその増えてはきてるんですけど、初心者のレベルの方がすごい多いんで、ちょっとキュッて抜ければ単価も上がりますし、仕事もすごく取りやすくなります。なるほど。プレミアプロを使う人に対してアフターエフェクツを使う人ってやっぱ少ないイメージがあって、それだけやっぱりスキルとしてレア度が高いのかなと思って。あとはそのアフターエフェクツに加えてイラストレーターとデザインができると提案できる方が減るので、デザインできる方だったらかなり有利になると思います。ってことは逆に言うとアフターエフェクツで提案する人でデザインが弱い方って結構いらっしゃるんですか？いますね。動画から始めた人はデザイン弱いですね。今2パターンあると思ってて、そのプレミアみたいにこのカット編集から入ってアフターエフェクツに来る方と、デザイン勉強して自分のデザインを動かしたいからアフターエフェクツに来る人、2パターンあって、なるほど。そのデザイナーさんの方はクオリティめちゃくちゃ高いんでかなり有利です。アフターエフェクツって、グラフィックデザインをこうアニメーションさせるようなイメージなんで、その元のグラフィックを作れないとどんなにアニメーションつけてもクオリティ上がらないんで、なのでデザインはかなり重要です。カンさんはじゃあそのデザインの部分ってどうやって独学されたんですか？それはもう本当単純なんですけど、デザインの基礎あると思うんですけど、アフターエフェクツも関係なくてデザインをするための基礎みたいな、デザイナーさんが学ぶ
本とかあると思うんですけど、買ってそっちから学ぶっていう感じですね。色の相性とか、フォントの大きさとか、基本的なところさ、本当の組み合わせもそうですし、レイアウトの仕方とか、バランスの取り方、ですね、配置の仕方とか、はい、すごいですね。デザインって結構その美大とか行った人じゃない限り、そうなんか学び方がわからないって方多いと思うんですけど、カムさんはちゃんとその本をちゃんと買って基礎からやるっていう選択をしたっていうのがすでになんか結構レアかなと思って。デザイナーさんほどもちろん知識はないんですけどね。ただアニメーションさせるために必要なデザインを自分でその考えれるぐらいにはしたいなと思って。現在はどんな感じで獲得されているんですか？グランサーズだったりとか、あとココナラとか、なるほど、はい、クラウドワークスもちょっと使ったりしてるんですけど、あと僕の場合は制作業務に加えて教えるっていうこともしてて、ユーデミーっていうアメリカの会社のプラットフォームがあって、そこで講座を作って教えるっていうこともしてます。制作案件がだいたい6割ぐらい、教える業務が4割ぐらいの割合でやってます。教える業務の割合も結構大きいですね。ただそのマンツーマンで教えるってことはなくて、講座を作ってで見てもらうっていう感じなんで、例えば10時間ぐらいの講座を収録してそれをポンと出す。なるほど。10時間の講座を作るのに2ヶ月とか3ヶ月とかかかるんですけど、その時間が4割ぐらい。長いレンジの中で自分の都合に合わせて作りやすかったりするんですかね？そうですね、はい、おっしゃる通り自分の作りたいタイミングで作るって感じです。アフターエフェクツの案件の単価感って結構ね、ほんと広いんですよ。でも僕の中で決めてるのは5万円以下の案件を受けなくて、大体30万前後ぐらいの案件が多いんですよ。30万。案件一つ大体2ヶ月ぐらいかかる時もある。なるほど。単価高い方は120から150万ぐらいの案件一つであるんですよ。本当に広いんですね。そうなんですよ、広いんですよ。プレミアでの動画編集よりもやっぱり単価感が高い気がしますね。確かにそうかもしれないですね。素材制作っていう点でやっぱりクリエイティビティがそもそも高いのかなっていう。あとはそのプレミアとかだとお客さんので使えたりとかっていう方もいらっしゃるんで、なんとなく工数計算してこんなもんかなみたいな感じで頼まれること多いんですけど、なるほど。アフターエフェクツ結構分からない方からしたらブラックボックスなんでこっちがもう10万かかるって言ったらそうなんだってなることが見積もりを依頼されることもある。もう 100% み積もりです。そうですか。じゃあ、なんか向こうからこの額でみたいに言われることってあんまりない。ほぼないですね。クライアントさんってもうアフターエフェクツってできることはこういうことだっていうところが分かった上で発注される方が多いんですか？いや、それは分からないですね。じゃあ結構相談ベースで始まることも、おっしゃる通りですね。この映像作るんだったらこれぐらいかかりますよみたいな感じで伝える形が多いですね。なるほど。なんか私その辺もスキルなのかなと思って、なんかカモさんとお話ししてるとすごくやっぱ話が理路整然としてるし、本当ですか？あとラジオとかブログとかもすごくロジカルで、営業トークだったり提案とかにもきっとそういう整理する力みたいなのって発揮されると思うんですけど、それっていつ身につけられたものなんですかね？ご自身的にどう思われる？僕の場合ブログが結構大きくて、特に僕はもう SEO に特化したブログを作ってて、そこで多分戦略的なことを学べたりとか、文章に関しても映像制作するために必要な情報を伝えるっていうブログだったので、必要最低限の分量で無駄なく学んでもらえるっていうことが大きな目的の一つなんで、多分そういうのでちょっと身についたのかもしれない。なるほど。アフターエフェクツ映像制作する時も構成って絶対必要なんですけど、最初に時コンって作るんですよ。それもどういう順番で作るかっていうのも文章とかそういうのを作れる方が親和性があるというか、初心者から動画編集をチャレンジしてみたいという方も結構いらっしゃると思うんですけど、何が大変ですか？始めるにあたって。スキルを学ぶのは今だったらYouTube だったりとか、僕が出してるその講座とかだと本当に数千円から買えるんで、学べる環境っていうのはたくさんあるんですよ。ただパソコンのスペックが必要になるので、初期投資の費用っていうのはある程度やっぱかかりますよね。最低何が必要とかありますか？例えばアフターエフェクツで学び始める場合に、まずパソコンが絶対いるんで、パソコンも金額はねピンからキリなんであれなんですけど、僕始めた時は15万から20万ぐらいパソコンで使って、であとソフト、Adobe のソフト使うのも毎月6000円か7000円ぐらい、それもかかりますね。であとはアフターエフェクツだけであれば不要ですけど、映像制作っていう広い
枠で考えたらやっぱカメラも必要なんで、スマホじゃなくてそういった一眼とか、それもどこまでのものをやるかっていうところにはよると思うんですけど、初期費用っていうのはやっぱある程度かかるっていうのは知っておくといいのかなと思います。仕事じゃなくて趣味で YouTube を始めるとかであればスマホだけとかでもいいけど、仕事だとやっぱりある程度初期費用がかかるって感じですかね。そうですね。で最初スマホでもちろん始めてみるとか、今あるパソコンで始めてみるとかっていうのも全然いいと思うんですけど、でもやっぱり仕事でってなるといいパソコンを買うことでその時間を買うことができるというか、高いパソコンだとスペックが高いと処理も早いんで、例えば編集で5時間かかるところが2時間でできるってなったら3時間の時間を買うことができるんで、やっぱり仕事でってなるとそこは僕は投資した方がいいかなと思って。ご自身が外注されることもはいあります。外注先としてのフリーランスの方もやっぱり結構ピンキリでそうですねここが足りてないなみたいな人ってそうですね、僕もそんな偉そうなこと言えないですけど返事のスピードとかこまめな連絡とか、それだけでも結構信頼につながることが多くて、返事が早いのは当たり前で、見積もり作ってくださいっていうのを10分15分で作るのは難しいと思うんで、後ほど送りますんでお待ちください。1週間納期があったとして、例えば3日後に今これぐらい進んでますんで予定通りです、ちょっとお待ちくださいとか、そういう細かい連絡ができるんですけど、そういう人ってほとんどいないんで。ほとんどいないんですか？僕がお願いした中ではそれできるだけでもかなり僕は有利なんじゃないかなと思いますけど、クライアントさんを不安にさせないコミュニケーションみたいなのができる人が意外と少ない。そうですね。割とやっぱみんなスキルを重要視してて、お客さんに対してのその要望を答えれるかっていうと心配だと思うんですけど、でも頼む側からしたらめちゃくちゃクオリティの高いものを作ってもらいたいっていうよりかは、安心してちゃんと納期を守ってくれて最後まで仕事してくれて、多分そこが一番重要なんで、スキルよりもどっちかっていうとそのコミュニケーションの方が大事かなと思います。Windows と Mac どっちがいいですかみたいに聞かれることもあるんですけど、それってご意見ありますか？僕はどっちでもいいかなと思いますけどね。デザイナーの方はやっぱ Mac 使ってる方が多くて、でフォントの影響だったりとか、あと Mac だと結構配色モニターがね、そうですね、綺麗でそれで使われる方多いと思うんですけど、映像はどっちでもいいかなと思います。で僕が Mac を選んだ基準は毎日パソコンを開きたくなるようなものを買いたいと思ってて、なるほど、大事ですね。Mac はデザインがかっこよかったんで、後々それが仕事につながればその分回収できると思ったんで、それで Mac を選びました。もともとは Windows を使ってらっしゃったんですか？そうですね、はい。もう Mac 使ったことなくてずっと Windows だったんですよ。戸惑わなかったですか？操作の違いとか。そうですね、戸惑いはありましたけど、そっちよりも好奇心の方が強かったんで、かっこいいなみたいな、どうやって触るんだろうみたいな大変さとかなかったです。もともとはソフトウェアとか強い方だと思いますか？ガジェットとか。僕弱い方です。弱い方なんですか？弱い方です。ある程度そのスペックの話だったりとかソフトウェアの話って分かるんですけど、でそれも最初はお金がなかったんで、ちょっとでもお得にパソコンを買いたいと思ってたくさん調べるんですよね。それで必然的に詳しくちょっとなったっていう感じで、やっぱりパソコンだったり AdobeCC のサブスクリプションってなかなか大きい出費になるじゃないですか、その出費によって自分を追い込むっていうメリットもあるかなと思って、確かに、できるだけお得に買いたいから勉強するっていうのは、ある意味同じで、これだけお金出してから元を取るまでは絶対諦めんぞみたいなケチ込んじゃってでもありますよね。先に絶対先行投資は必要かなと思います。確かにそういう意味では動画編集について聞いてくださる方って技術が一番気になるみたいな、技術のこと聞かれるんですけど、本人たちからすると、まず先行投資があって、でさらにしかも技術より先に仕事取っちゃって、技術は最後についてくるみたいな、結構順番がイメージと逆かもしれない。確かにそうですね、勢いで仕事先に取る人結構多くないですか？多いですね。今でも僕そういうのあって 100% 今すぐ作れるっていう依頼って僕は少なくて、割と7割ぐらいできるかな、でも3割わからないなみたいな仕事を受けて、そこからバーッと勉強して作ることが多いんで、確かにその通りだと思います。場所を結構移動し始めたのってどれくらいの時期ですか？フリーランスになって半年ぐらいしてからタイに移動して、東南アジアで1年ちょっとぐらい生活してたんですよ。そんなに長くいらっしゃったんですね。タイベースにベトナムとカンボジアとちょっと移動しながらいろんな国に行かれてると思うんですけど、ノマドワーカーとして一番良かった国ってどこですか？
2つあるんですけど、1つがタイのチェンマイで、もう1つがインドネシアのバリ。大前提の条件として仕事の環境がしっかりあるとか。仕事の環境っていうのはやっぱ Wi-Fi。あ、そうです。Wi-Fi がつながるかどうか。であとはコワーキングスペースがあると嬉しいです。ホテルとかでも仕事できるんですけど、コワーキングスペースだとモニターちょっと借りれたりとか交流とかもあるんで、長期で住むってなるとそういうのがある方が生活しやすい。チェンマイはそれが良かったのと、そんなに大きすぎない都市なんで仕事とか関係なく生活する分にはゆったりした空気感が僕は好きなんで、それでチェンマイすごくいいなっていう感じですね。であとタイが僕すごい好きなんで。なんで好きなんですか？タイの人が僕すごい好きっていうのがあって、おおらかな人が多いんで、そういう空気感が好きなのと、あとご飯がタイすごい美味しくて。美味しいですよね。美味しいですよね。バリも同じ理由なんですけど、僕がいいなと思ったのは海側の都市でクタっていうところがあるんですけど、クタサーフィンが僕好きなんですけど、サーフィンやられるんですか？あ、そうなんですよ。でも全然黒くないです。そう、黒くないですよ。はい、全然黒くないですよ。ちょこちょこやるような感じなんで。その街はサーフィンできるんですか？でもバリはね、世界で本当に一番波がいいって言われてる。知らなかった。そうなんです。ホテルの目の前がもう海だったりするので、海辺行ってそのままもうサーフィンできるみたいな。あとご飯も美味しいとかも共通する部分ですね。確かに。はい。一番微妙だった。微妙だった。ノマドワーカーとして微妙だった国ですか？そうです。ノマドで行こうと思った中では、ヨーロッパのマルタ共和国っていうところがあって。で国自体すごく良くて生活環境もすごいいいんですけど、Wi-Fi 環境があんまり良くなくて、で場所によってはもう本当ほぼ繋がらない場所があったりとか。そうなんですね。はい、セブに留学で滞在されて、はい、セブと比べても悪いですか？セブの場合繋がらない場所って、例えばこうちょっと山に行くとか、その人の生活圏内から離れるともちろん電波なくなるんですけど、マルタの場合は人の生活圏内でも普通に回線がガッと落ちたりするんで、なんかその違いですかね。セブはどうでした？ノマドワーカー的に。セブいいと思います。僕はファミリーですね。はい。僕の場合は英語の勉強をしたくて、フィリピンのその語学留学、学校にもよりますけど、20万とか30万ぐらいで1ヶ月滞在できるので、極端な話、そのセブで仕事しながらそこで生活できれば永遠に英語を勉強することができる。確かに清涼に住めて、食事も出て、英語を勉強できて、その生活の仕方すごいいいなと思ってましたね。ノマドワーカーフリーランスになって実際いろんな国とか地域で仕事されて何枚となった後で、なんか違ったことってあります？想像と違ったこと。そうですね。一番は思ってた以上に孤独な時が多い。現地でこう知り合って喋ることとか、ノマドワーカー同士でこう関わることって、多少なりともあると思うんですけど、僕はそんなに数がなかったので、よく言えば一人の時間がたくさん取れるとは思うんですけど、もしかしたら人によってはすごく孤独に感じてしまうこともあるかなと思ってて、ノマドワークをする前はなんかみんなでワイワイイエイエイみたいな、そういうなんかイメージはちょっとあったんですけど、実際になってみたら全然違うなっていうところですね。海外で同じノマドワーカーとか同じリモートワーカーの人に会われることってあんまりない。本当レアですよね。でSNS 上でやり取りすることは、たまにあるんですけど、直接会うっていうのはやっぱりあんまりないですね。まだやっぱり日本人としてはそういう働き方ライフスタイルの人っていうのは母数が少ないんですかね。そうですね。やっぱ少ない感じはしますね。どういう人が向いてると思いますか？一人の時間が結構多いんじゃないかなと思うんで、でも僕に強い人。そうですね。それも大きいですね。僕すごい感じたことは、一人で解決しないといけないっていうことが多くて、なるほど。その力はめっちゃ大事かなと思ってて、それは向いてる向いてないっていうよりかは鍛えていけると思うんで。なんか僕結構昔分からないことあったらすぐ人に聞くタイプで、よく自分で考えなさいって怒られてたんですけど、フリーランスになるとその分からないことがあると自分で調べて解決していかないと、Google の検索力だったりとかなんとかするって、そういう力が大事かもですね。でもなんかそういう力って海外生活にも使えそうですよ。確かにそうですね。なんか自分でね全部調べて解決しなきゃいけないっていう、確かに何かこう自分のものが盗まれたりとか、こっちだとなかなか警察に言っても動いてくれないとか、何もね解決しないんで。ちなみになんか今まで海外で危ない目に遭われたこととか、なんか身の危険を感じるとかあんまなかったですけど、スマホを盗まれたのと、あとカードのスキミングになんか2回ぐらいあったのありましたけど、どの国とか分かりますか？
カードはエジプトでやられました。エジプトでスキミングされて、でもカード会社に言ったら9割ぐらい返ってきたんで、そんなダメージはなかったですけど。スマホ盗まれたの？スマホはね、ベトナムで配車アプリ使って配車の車を待ってる時に歩道から手を出してスマホを見てた時にパッと持ってかれたんですけど、それで1回取られました。それはじゃあもう戻ってこず？そうです、戻ってこず、はい、何もないまま車だけが来て、それ乗って宿に帰りましたけど。海外でスマホなくなって結構パニックじゃないですか？そうですね、ただ宿まで帰れたんですごい。で、結構パニックでしたけど、もう持ってかれたんで追っかけようもないんで新しいの買いましたけど、なんかバージョン下がりましたけど、それがなんかすごい不満でしたけど、海外適応力がある感じです、諦めがあったのかもしれないです。諦めも重要かもしれないです。なんかトラブルあったらもう諦めるこれから新たにやってみたいことってはありますか？シネマ 4D っていう3D の、制作も5、6年ぐらい前からやってたんですけど、最近結構 3DCG の需要が上がってて、アフターエフェクツって平面の映像なんですね。で 3DCG を加えることで奥行き感を出せたりとか、なるほど、質感を出す表現とかできるんですよ。リアルなものを作れるんで。2年前ぐらいから結構力入れて、で最近その案件も増えてきたんで、今はアフターエフェクツからその 3D をメインにしつつ、アフターエフェクツも使うみたいな感じでやってるんで、これからもそんな感じで力入れてやっていきたいなっていう。ご自身でも SNS はい、いろいろ発信されてると思う。なんか宣伝じゃないですか。主要なところでも。アフターエフェクツのその講座を僕はユーデミーというところで作ってるので、もしその映像制作でアニメーションとかに興味があるということであれば、その講座を見ていただければ、もしかしたらなんか面白そうだなと思うのがあるかもしれないので、ブログの方でも映像制作の勉強の仕方ですねを紹介してるんで、もしテキストが好きっていう方であればそういうのを見てもらえたらいいかなと思います。あとツイッター僕メインでやってるんで、日々の情報とかご興味があればぜひツイッターで、見ていただければ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。カモさんが配信されているラジオでも私のインタビューが公開されます。公開後、概要欄にリンクを記載しますので、よかったらぜひ聞いてみてください。同じ業界でフリーランスとして活動されている方とこんなにたくさんお話ししたのは今回が初めてでした。もう共感することばっかりで本当に楽しかったです。カモさん、でもあげてに来てくださってありがとうございました。またぜひ世界のどこかでお会いしましょう。